おはようございます。たかしです。本日は3月30日木曜日、ただいま8時4分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日日足は大きな陽線となってきております。そしてこの緑の三角持ち合いを上抜けてきました。ただ、まだここで上抜けたと考えるのは少し早いのかなと考えてまして、今までもそうですが、ここ上髭かなり出てますよね。ですので、こういった感じでの上髭での下落ということも考えられます。上髭ですが、例えば昨日のこのロウソク足と同じサイズの陰線が立てば、ここロウソク足を合わせると上髭と考えられますので、本日のロウソク足を見てからですね、今日のロウソク足がさらに陽線で上昇するとか、昨日のロウソク足、この三角持ち合いのこの緑の上限の部分までで本日陰線が小さく収まるとかですと、ここでの上抜けからの次の上昇をイメージしますが、今はまだ何とも言えない、本日が大きく下落してきた場合は、この昨日の上昇っていうのが騙しだったというふうに考えられますので、まだ油断はできないんですが、一応三角持ち合いを上抜けしてきたというところで、ここからの上昇を見ておきたい。ただし、日足のストキャスティクスは今高値圏ですよね。で、過去の高値圏からのデッドクロスを見てても、やはり下落傾向にありますので、そろそろ上値が重くなってくる頃、そして日足単位の下落がいつ起こってもおかしくないタイミングには入ってきてます。では4時間足です。今はオレンジの平行チャンネルの中、そしてその上限付近に差し掛かってきてます。そして直近の動きを見てますと、この最安値から一旦は平行チャンネルのセンターラインまで上昇、そしてセンターラインで跳ね返されて、そこからの再上昇となってきております。かなり昨日は上昇の勢いも強かったので、直近の戻り高値というのもわずかですが超えてきてます。ただもう少し明確に超えてほしいところですので、このまま下落した場合はここでのダブルトップからの下落ということも考えられます。そして4時間足のストキャスティクスも高値圏というところで、本日は調整の下落を見て、そこからの次の押し目買いというところを見ていきたいですね。ただ調整の下落比較的大きくする可能性があります。今センターラインで一度反発をして下落した後のセンターライン抜けなんですが、センターライン付近まで戻してくる可能性もありますので、その辺は注意ですね。そうなると結構な値幅戻してくることになりますので、そこには注意ですが、基本的には今この強い上昇の流れに乗っていくのがいいと思ってます。まずはオレンジの平行チャンネルの上限付近、その前に節目となるこの高値ですね。このオレンジの点線が引いてますが、164円付近っていうところが次のターゲットになってきますので、そこを達成できると、その次は平行チャンネル上限というところで段階的に上昇していくと考えますので、今は 163.5 付近が意識されて、その次は164円ぐらいが意識されて、そのまま上昇すると 164.5 付近が意識されるという、そんな感じになりそうですね。ただ本日は今 GMMA が上向きに変わりつつあるところですので、 GMMA 付近までの戻しをつける可能性、そしてオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近まで戻す可能性というところも考えておきたいですね。基本的にはまだ上昇しそうな雰囲気ですが、ストキャスティクスは高値圏にありますので、そこは要注意です。では1時間足です。1時間足では直近の戻り高値をわずかながら超えてきてます。この辺付近、現在地付近でサポートされるのであればもう一段の上昇を考えておきたいんですが、先ほど言ってましたオレンジの点線の164円付近っていうのもそろそろ近づいてきてますので、そしてオレンジの平行チャンネルの上限も近づいてきてますので、そろそろ大きく下落してもおかしくないところには来てます。今のところ上昇が強いので、このまま上昇していくと考えますが、1時間足の GMMA とも乖離してますし、4時間足の GMMA はまだ反転して上昇している途中ですので、大きく調整の下落をするということも考えられますので、まずは調整の下落を待ちたいところですね。このままどんどん上昇していた場合は164円付近での反発の下落っていうのを考えるのもありだと思います。今は一旦調整の下落をするのであれば、まずはこの1時間足の GMMA 付近ですね。ちょうどここ水色の切り下げライン付近でもありますので、162.5
5円付近、そこより深く押しをつける場合は4時間足の平行チャンネルのセンターライン、この赤い点線が引いてますが、ちょっと見にくいんですが、この辺付近、162円付近ですね。ここがこの過去のもみ合い、黄色のボックスの上限付近でもありますので、162円ぐらいまでは押しをつける可能性を考えておきたい。ただし、今の感じですと、このまま上昇しそうな雰囲気でもありますが、やはり高値圏にありますので、乱高下がしやすい、上昇しても大きく戻されやすいところには来ていると思いますので、その辺に注意しながらトレード。そして月末ですので、やはりその辺を注意ですね。昨日みたいな大きな動きが本日逆向きに動くという可能性もありますので、そこには注意しながらトレードをしていく必要があります。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。